どうも、ベトナム在住のうきつです。この視聴者さんのスーパーカブね、フロント周りがね、細かいことがいろいろとあるんですよ。なんでね、今回から数回にわたって、多分全ばらしをしなきゃいけないんじゃないのかな。何が起きてるのかね、一つ一つ説明していきたいと思います。これね、まず問題なのはメーターが動かないんですよ。そもそも針が折れてなくなってるし、あとこの距離計の方もね動かないんですが、これはそもそもがケーブルがついてないです。それとこれハンドルスイッチはね、視聴者さん、持ち主さんがね自分で変えてるんですけども、元のやつはもうボロボロでダメになってたということでね。でこれはこっち側がウインカーになってるやつなんですけど、両サイドにね隙間が空いてしまって、ちょっと持ち主さんね頑張ってくっつけようとしたんですけども、ちょっと道具がなくてうまくいかなかったと。で、これブレーキはねランプがつかないんですよ。フロントだけね、リアはつくんですけどフロントがつかない。でこっからじゃ映んないかな。このウインカーのねこの土台のつけ方が間違えて、上下が逆さまなのか左右が逆さまなのか、両方ともがねこうなんていうのかな、外に開いちゃってるんですよ。でこのライトのリムもねコピー部品を入れたらしいんですけども、うまく位置が合わないと。そんなとこかな。あとこいつだ。これねかなりグラグラしてるんですよ。映ってないか、ちょっと待ってよ。でここの問題ですね。これねガタがすごいんですよ。こいつはね一回開けて確認したんですけども、スロットルコーンかな、これがね、この株用じゃない普通のバイク用になるのかな、22.4 ミリかな、大きいのがついてました。であとねこのアクセルの動きが、渋いということでお店に見てもらってね直してもらったってことなんですけども、直してもおかしい。でこれもね一回開けて確認しましたけど、中のワイヤーがねちょっとですけど切れかかってますね。ここはそんなとこかな。そして次がねこのメインハーネスの問題。これハンドルの後ろ側ですね。ここが鍵ですから。こいつねこのビニールテープが取れてるんですけど、ここつなぎ目のね端子カシメなんだ金具が出ちゃってるんですよ。で下見るとね黄色の線なんでやばいなと思ったんだけども、上側が緑なんでね一応アースだからそんな問題じゃないけど、この横とかも擦れてるしね、どっちにしても巻き直さなきゃいけません。でちなみにこれ色がおかしいってことはねこいつ自身が、コピー部品ですね。でなんせねこれ巻き直すためにはハンドル取らなきゃいけないし、あとねこれ走ってるとどこだろうな、このなんかね操作に違和感があるんだけども、ここのベアリングな気がするんだよな。ほんのちょっとなんですけどね。だから多分ハンドルは取らなきゃいけないし、場合によっては全分解ですね。それでこれが一番の問題かな。ここねハンドルストッパーになってるんですよ。で本当はこいつがね起き上がっててここに当たるようになってるんだけども、なんかね寝ちゃってるし形がおかしいんですよね。だから何が起きるかっていうと、このハンドルを巻いた時にストッパーにね当たる前にフォークがエアクリーナーに当たっちゃうんですよ。ここはね叩くの難しいんだよね。持ち主さんにこれもね説明して、叩くってことは傷ついちゃいますよということは言ってあって、傷ついてもいいんで直してくださいと言われてます。いや
まずはちょっとここ叩いちゃうか。その前にこいつ外しちゃおう、この前のカバーね。このね前のカバーは外しました。それでここを叩いていくんですけどね、周りちょっとマスキングテープ貼っときましょうかね。ただこいつの怖いのはね、このバイク綺麗ですけど再塗装なんですよね。塗膜が薄くってね、なんかあんまり変なことすると逆にこのテープ剥ぐときになんていうの、塗装まで剥がれそうで怖いんだけど、こんな感じかな。でここにねブレーキワイヤー残ってるんですけども、こいつはもうダメになって変えなきゃいけないんでね、逆に何かの当たり止めというかクッションとして、わざと残しました。でここを叩けばいいはずなんだ、こういう風にね。さあ元に戻るかい。これ叩いた後あるもんな、すでに。当たらないようにはできんかな。完全に寝てるんだもんな。こっちが壊れる。あともうちょいなんだけどな。これぐらいで諦めるか。これやろうと思ったらもう全分解もするしね、ここ傷だらけ、下から何か刺さなきゃいけないんで、しかもねやっぱりね塗装剥げるしね。ちょっと反対側もね同じなんだけど、一旦ちょっとこれで保留だ。正直ここはねこっちの塗装が剥げただけで失敗に終わりましたね。まあ多分ねあんまりいらんことして壊したくもないんだけど、ここに M4 か M5 のね、ネジ山の穴開けて、ここに、ボルトだな、ボルト刺してねこいつと当たるようにやっていきたいと思います。ただそれは今回じゃなくって、今回はまずハンドル外します。これさっき言ったウインカーね、この角度なら見えるのかな。両方ともね外に開いてます。であとこいつがねちょっと位置が合わなくって、これはね微調整をしてもきっちりとは合わないんだけど、まあまあその調整もね組み立てる時にやっていきましょう。配線もねなんかむちゃくちゃになってて持ち主さん苦しんだらしいんですけど、こいつはこれはアースだからね。んでこれは黒い線だが、こいつにこれもアースね。そんで
フロントブレーキつくはずないですよね。つながってないですからね。それであとは何よ、いろいろなんかこいつはウインカーの音鳴らすやつですね。他わかるからどっちなのか。こっちの歌って言ってピンピンと抜くとね、後でわかんなくなるな。あれこれは何をどうつないでるんだ。どっちにしても端子がないのか。これがライトでしょ。どうしよう。マークつけないと分かんなくなる。こいつは同じ色だから大丈夫。メーターはこっち側から抜いていくか。こう外してこの電球か。うわ抜くだけ。こいつも抜くだけ。うわ、配線つながってないのか。切れてるじゃん。じゃあメーターは通れる。メーターのね、固定針金を抜いていきましょう。いや、もう崩れる寸前やな。ああ、そうか、切れてんだ。案外裏側がひどいね。まあいいや。でウインカーは取っちゃわなきゃダメか。ちょっとこのグリップね、もう一回使えるのかどうかわかんないけど、エアガンで抜いてきます。ね、明らかにでかい。結局これね、このスイッチごと全部ハンドルを取っちゃうと思ってます。で、分かんなくなりそうなのがこの線だけだよね。この2つはちょっとマーキングしてね、あとは分かると思います。だから切っちゃおう。こっちもこれでいいんじゃない？
ウインカーがね、なんかどっか引っかかってるんですよ。こいつも線がおかしいから切っちゃおう。でこっち側も切ればいいと、ね、切っても抜けないんだもん。でブレーキ外してキャブのケーブル抜けば OK かな。これね、ハンドル取れてここの下見るとね、やっぱりまあまあ案外ぐちゃぐちゃなんですよ。でちょっとね、人のでね失敗するわけにはいかないんで、今日はこれでやめにしてね、ちょっとここら辺よく観察して整理して、次回どっからやっていこうかな。まあまあちょっとゆっくり考えます。なんでね、今日はここまでです。それではまた。